しゃいませ。でも。イワシとアジですので。小肌ですね。去年もね、合宿一緒に見に行って、栃木の赤城でやったんですけど、やっぱ圧巻ですもんね。ですよね。迫力が違いますよね。またね、若い子たちばっかなんでね、またいいんですよね。我々もデッチの頃と随分変わりましたもんね。勉強不足で恐縮なんですけど、今年で創業何年？うちは52年ですね。親父が30の時にお店出して、今82になるんで。池野さんが今2代目。2代目、そうですね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。浅草ってやっぱ老舗っていうと、170年とか、お店があるので、50年ぐらいだとまだ鼻垂れ小僧なんで、50年続けられるってすごいと思います。見事に親父がすごいっていう潰さないようにしないと。店のとこってやっぱりスタイルを変えられないんですよね。でもうちはありがたいことに親父が初代だったんで、いろんなスタイルに挑戦しようみたいな。昔はほら、浅草地元の人なんて来てくんないですから、会社の方とか、飲み屋さんの人たちをターゲットにしてたのも、今度浅草の人たちが来てくれるようになって、地元の人たちが来てくれるようになってってなって、今度近くの会社の方が来てくれるようになってっていうスタイルで、それでバブルに弾けて、また今度地元の人ばっかりになって、それで今度インターネットの世界になって、口コミも随分変わって、でコロナになって、今度また客足が変わって、今度インバウンドで今度海外の方が増えて、面白いですよね、スタイルが。こんなに変わるのか、目まぐるしく。魚は昔と値段もだいぶ変わりましたしね。やっぱり取れる取れないと、ここ最近寒かったり暑かったりするんで、この小肌なんて全然いないんですよね。やってた仕事が全然当たり前じゃないっていう感じですからね。その代わりそういうのがなんか見つめ直すいいチャンスっていうふうに捉えるしかないから。
のはずです。はい、大丈夫です。18時、6時半に入ったんですね。あ、大丈夫ですよ。はい。はい、お名前すみません。はい、かしこまりました。お待ちしております。はい、お待ちしております。ありがとうございます。よろしくお願いしますね。はい、はい、お願いします。死ぬほど冷たいんですよ。本当冷たそうです。ですね。魚ですから温めるわけには。小肌っていうのが、江戸前寿司で花屋与兵衛さんが一番最初に握ったって言われるお寿司のネタなんですね。そうなんでいつもより思い入れがあるんですよ。ただ海外の方に言ってもあんまり理解されない魚ネタなんですよね。いつか海外の方にも分かっていただけるようになるといいなと思いながら。お寿司屋さんに入って1年目か、2年目ぐらいで、比較的早い段階で教えてもらえる仕事なんですよ。こうなって数も多いし、ただこの
下ろした時に艶が出ないんですよね。1年生2年生だとどうやったら魚が艶が出るのかなと思って、結局包丁がぶれたりするとここがギザギザになってしまうので、あと包丁に迷いがあったりすると身が崩れたりするので、どうしてもそういう面で小肌に艶が出ないんですけど、今はなんとなくこうしっかりとね艶が出る方法っていうのが分かってきているので、しっかりと若い子たちに教えて、こうやって包丁を使わなきゃダメだよみたいな。結局数こなさないとうまくならないですけど、魚をね新鮮なうちに提供するっていうイメージがあるじゃないですか。当然な会話なんですけど、今は魚をしっかりと寝かしてうまみを出したりするスタイルに変わってきていて、その中でも昔からこの小肌っていうのは取ったその日に出すんじゃなくて、しっかりと寝かしてっていうか巣の角を取るんですよ。そうすることによってシャリとの一体感が生まれて、寝かしたりだとかしなくたって別にいいんですよね。ただこれは我々の思い入れ、ここだけは譲らないみたいな、これがあるから分かる人は分かるし、分かんない人は分かんなくていいんで、それをただね我々がそのお客さんに押し付けちゃいけない、感じてもらえたら最高だなっていう感じでやってればしっかりと誇りが生まれてくるんで、いいなと。ね、本当に少ない方が分かってくれた時に、ね、それってやっぱ嬉しいですからね。あれですちなみにですね、2つに分けてですね、おろしたらね、片っぽは身がちょっと柔らかいのと、片っぽはしっかりしたことを分けてて、同じ小肌1キロなんですけど、やっぱり荷質がどうしてもいろいろ違うので、同じもう一口に小肌っつってもこう仕上がりを同じようにするのが我々の腕の見せ所なので、全く同じに塩を当ててスーしてってやっちゃうと仕上がりが同じにはならないので、野八です。野八です。あ、どうもどうも。いつもお世話になっております。大丈夫です。はい、お待ちしております。
れうなぎです。うなぎを栗から細長く切って串に刺して。まだは塩で締めた後水洗いして一度使った酢で酢洗いするんです。一度使った酢で締めるとその後また改めて一度洗った一度使った酢でくぐすことによって雑味がないんですよ。面白いことです。酢で締めるんで、基本的に酸っぱいの小肌のイメージなんですけど、その小肌の酸っぱいっていう感じじゃなくて丸みを出す、そこが我々の腕の見せ所というか、もうただ塩当てて酢にしてそれをそのまま握ると全然酢のトゲトゲがあるんで、そうじゃなくて酢を今度余分な酢を落としたりだとか、そういう工程を得てお寿司にした時と全然違う、同じ食材で。昔はそれこそお店によって全然やり方も違ってただろうし、よそのお店の仕事なんか教えない時代だったので、ね、それこそ目で盗めっていう時代にね、自分たちの弟子が目で盗んでて教わるなんてそんなの見えないことだったんで、今はもうそういう時代じゃないなって、もうそれこそイタリアンだろうがフレンチだろうが、ね、和食だろうが、みんなでこういう仕事っていいよねみたいな感じで共有する時代になって。よそで、ね、よその仕込みがいいとか悪いとかそういうのはもう全くなくて、うちはこういうスタイルなんでどうでしょうか。そういうのもあるからあれですよね、仕込みをやってるとこってなかなか取らせてくださいって言いづらい部分ってねありますよね。はい、
うございます。どうも。うん。それで麹目ですね。おはようございます。おはようございます。はい。はい。小柱なんか。はい。どうしたら仲間にちょっと悪いな。そうなんだ。瓶もたまにないかなとかならないって言われる。おかしい。こうだねとかね。今は山崎とどうやって。皆さん、小肌いただけますか。はい。はい、ボールとメザリッコくれる。はい。小肌入れっから。はい。これね、はいはい。いい。以外春先の回なんですけど、去年は全然入んなかった。高くて。
タテ平貝炭イカで天然のホタテですね、天然のホタテの方が養殖より甘みは少ないんですけど、食材のパワーっていうか歯ごたえ、筋肉質なんでまた旨みがまたちょっと違うんですよね。今日今開いて今数した小肌っていうのは今日は使えないので、明日できればね3日ぐらい寝かしたいので、寿司飯との一体感が生まれなかった。そう並べるのも酢が下に落ちるんで、余分な酢がこう下にたまるんですよ。日本の魚が美味しいっていうイメージが世界的にも広がってくれてるんで、裏切らないようにしたい。例えば夏場だったら今、ハモとかも、うちハモの骨全部抜いて握りにしたりするんで、そういうのはあんまりやってるとこ少ないんで、そうですね。はい、この時期に見た YouTube で8月に来られた方でも、いいメインがあるので、冬はやっぱり魚自体は基本的にいいんですよね。貝なんかもいいですし、あとはフグなんかもやってますんで、フグもフグ屋さんと同じじゃつまんないんで昆布締めやったり、してるんで、握りなんかはね昆布締めも美味しいですし、あとはやっぱりね王道の朝付きとポン酢、これもまた美味しいんでぜひ召し上がってください。美味しいお店ってそうですよね。池じゃないですよね。昔と違って、締め方とかも変わったんで、今は神経締めって言って神経壊して、そうすると魚体は生きてるのに締まってる状態、そういうふうにすると池締めと違って長く寝かせることができて、そうするとうまみ成分がもっとグッと出るんで、昔はほらポン酢でフグ食べさせるんですって、生きてねちょっと締めた感じを出してたんですけど、今はもうフグ自体のうまさが結構出てくるんで、自分のところでおろしてやった方が絶対的に美味しいですし、しっかり寝かすこともできるんで、めちゃくちゃおすすめです。イメージってやっぱすごい大事っていう話したじゃないですか。それなんで生きたフグ、おろしたてのフグはおろしたてのフグでいいと思うんですよ。それで育った方って絶対的にそっちの方が美味しい、寝かさない方がうまいって方もいらっしゃる。例えばイカなんかも我々はしっかり寝かすんですね。でも例えば函館の方とか、あとは呼子とか、やっぱ生きたイカの方が好き、もう絶対的に食感がいいとか、ああいう食べ方が素晴らしいと思ってる方はそれの方がいい、だからそれはその育った環境っていうか、我々寝かした方が甘みがぐっと出るよねとか、ただこれ食感が悪くなるから嫌だで、その食べ方によってそのスタイルですよね。育ってきた、環境でその食べ方は絶対否定しちゃいけないし、その食べ方の良さを見つけて伝えるのが我々の仕事だと思ってます。江戸前の仕事ですね。そうですね、だからうちの寿司屋って
笑顔で食べた方が美味しいっていうコンセプトが一応あるんですよ。かしこまって食べるより笑顔で食べていただきたい。だからそういうコンセプトなのに行けのが良くないとか言うのは良くない。やっぱりね、我々がやるべきことはお客さん笑顔のために我々が働いていると思うので、そこだけはもう守っていきたい。大体40から50ぐらいあるので、うちの親父がネタ数いっぱいあったのが好きっていうタイプの職人さんだったので、もうなるべく守るように、そのから一点集中でパッて出ちゃうとすぐに切れちゃう。わさび屋さんもいろんなとこで作ったり、山形だとか、ね、もう長野はもうね特に有名ですけど、いろんなとこで作ってますけど、やっぱりうちはすごいこだわり持ってます。ちょっと辛みが違ったりとか、本当わずかなんですけど。
1回で2勝。これ1回で2勝分です。これで2勝分です。そうです。今期間が2勝。はい。今日の落としです。2個盛りで。2個盛りですね。これでいいですか。カップルで来られた方、海外の方をなるべく出そうと。そうですね。でも結構知らない方が結構多いので、まだやっぱ出すと喜んでくれますね。その土地で食べ物屋さんに行って、私だけにこんなの作ってくれたとかって思ってくれれば。忙しいとあれを作ってるとせっかく今までうちを支えてくれてた人が入れなくなるっていうのがやっぱりね、ちょっと忍びないので、あとはやっぱり観光の方とかもリピートしてくれたりするんですよ。と年に1回どころじゃなくて5年に1点でも結構浅草に来た時は必ず顔出してくれる人とかもやっぱいらっしゃるので、なんかそういう人たちもね入れないとあれですしね。の仲間というか我々も職人会って職人仲間で集まったりするんですけど、本当勉強になるし、いい話がゴロゴロ出てくるんで、なんか自分もいいやつになった気分ですでいい話ってやっぱ巡るんですよね。すごいありがたいですよ。一家がこんな感じですね。ピントが合わないな。ちょっと高さ。はい。ありがとうございました。実はすごくないのがすごいんですよ。
もみじおろし、白身の上に。ヒラメの昆布締めです。いただきます。で赤身です。はい。店頭にしっかり寝かしたやつです。あ、はい。はい。これタイの桜締めって言って桜の葉で締めたんで、それもそのまま召し上がってください。はい。いただきます。一粒寿司はお金は一切いただいてないです。一粒寿司だけ食べに行きたいっていうのは、お断りはさせていただいてるんですけども、お食事を楽しんでいただけるためのあくまでもサービスですので、お金は一切いただいてないです。はい。はい。中トロですか。はい、ありがとうございます。
マグロの漬けになります。はい。なんで多いのかは謎なんですけど。はい。まだです。小肌ですね。それがさっき言った寝かした。はい、お願いします。いただきます。やっぱり本人が思い出持って仕事やってると、はい、周りの評価って必ず変わってきますか？僕が最初そのちっちゃい寿司出してるの遊びで出してるとか、もうそれこそ食べ物で遊ぶなとか、はい、結構言われましたけど、はい、別にそんなのはもう、出してる人にやってるだけであって、別に周りにどうやからって言われるあれじゃないので、なんとも思ってなかったら、はい、その例えば図鑑に載ったりとか、新聞に載ったりとか、それこそ海外の CM が来たりとか、いろんな方向でこう羽ばたいていって、ああ、もうなんかちっちゃいことでなんか考えたりするのやめようかな。これはトロマキです。これはお醤油つけてください。はい。斉藤さん、お二人。すみません。どうも。真ん中どうぞ。はい。ゆっくり座ってください。屋根の上にちょこっと積もってたぐらいですね。そうね。失礼いたします。ちょっと白くなって。じゃないですか。握りともう結びと一緒で。食べる人のことを考えながら作るから、お母さんが子供のために作るじゃないですか。あれで一味も二味も美味しくなるんだっていう意識がやっぱりどっかにあって、だからお寿司握るときは相手の顔を思い浮かべながら握るんですよ。やっぱり一味も二味も美味しくなるんですよね。食べ物ってね、今はそれこそ機械でも作りますけど、どっかでそういうものであってほしいなっていうので、甘いですね。昔能登行った時はね、すごかったよあれ。アワビがね、ものすごい元の中いっぱいいてね、どうやって食べようとね。今年は粒が大きめ。3分で津波が来たらもう荷物なんか持って逃げるってどうしようもないね。もうすぐ逃げないとね。これ穴子ですね。どうもありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。どうもありがとうございました。こちらこそ。よろしく。ありがとうございます。はい、どうも。